僕のラッパー像が全部詰まってるというか、 JG のあのアルバムには久々に人のライブ見に行こうって言って刑事とかいい音めっちゃ聞いてましたね。 GQ ジャパンをご覧の皆様、こんにちは、リフです。今回は僕の人生において大切な曲を紹介したいと思います。 GQ プレイリストオブマイライフ。それでは行ってみましょう。最初の曲はキングギドラで大掃除です。大掃除を選んだ理由はですね、僕にとって小学校5年生の時ですね、キングギドラの最終兵器というアルバムが僕にとって初めてのヒップホップに出会うきっかけだったんですけど、空からの力も改めて聴き直そうって多分当時思って、その中の一曲を今回選ばせていただきました。まだラップもできてもない、ラップっていう音楽も知らないっていう中で、まだ小学校5、6年生の茶色いボールを追っかけてたちびっこの僕にはすごいかっこよくて憧れる人たちでしたね。往年のサウンドというか、これぞヒップホップみたいなサウンドに、そこにザ・ラップって感じのラップをしてるのがすごい改めて聞いていいなと思いましたね。MD ウォークマンが流行ってるというか、みんなそれで聞くみたいなのがあって、よくそれこそレンタルショップに行って借りて MD に焼いて、でそうバスケに行く時だったり、さすがに学校に行く時は持っていけなかったですけど、友達と遊んでる時にも流してたし、そこからヒップホップにハマっていくタイミングでした。続いての曲はウータンクランでクリームです。ドラマがやってて、ウータンクランのドラマがやってて、なんか改めてウータンクラン聞き直そうと思って聞き直したら、やっぱすごい本当に何ですかね、キャンディータウンはできてなかったですけど、バンクロールっていうグループを組み始めた時に、当時はイオだったりとかユーシだったり、あとドニー・ジョイントだったり、DJ のマサトいて BSC、 あそこにすごいブラックミュージックの良さが詰まってるし、なんだろう、やっぱりヒップホップがすごい凝縮されてるなって改めて思って、それこそ今のキャンディータウンじゃないですけど、やっぱチームでやってる、それぞれ個性があってチームでやってるのってすごいいいなって改めて思ったんで、熱が乗ってるというか、モブ感というか、そういうのをすごい曲からすごい感じてて、ラップを始める時に聴いてた音楽ですからね。有志からすごいニューヨークの90年代の音楽とか教えてもらって、で有志はもうラップしてたんで、もうそこからすごく早かったですね。なんかもう一気にいろんな、自分がラップする側になるし、で聴く音楽もこういうのもあるんだみたいな、より広がっていったタイミングだったと思いますね。あと当時ミックステープってそれこそ渋谷の宇田川にブートストリートってがあって、そこでウータンのインスト集買ったりとかして、だから中学校から2000年代初期とかに乗っけてラップするみたいなのはよくしてましたね。続いての曲は JG で What More Can I Say です。中学生ぐらいの時に初めて4、5枚ぐらい CD 買ったんですけど、好きなもの、音楽で対してお金を使いたいと思って、その中の1枚のブラックアルバムってアルバムに入ってる1曲なんですけど、なんか僕のラッパー像が全部詰まってるというか、 JG のアルバムにも、JG 自身にもですけど、ブラックアルバムの、制作期間の映像と、あとライブマディソンスクエアガーデンでやってるライブの映像が当時も見ましたけど、最近見たらすっごいやっぱかっこよくて、これぞラッパーっていうその言葉に尽きると僕は思ってるんですけど、2000年代前半とかそのぐらいか、ラップを始めたってぐらいの僕に憧れを抱かせたりとか、あと現行の音楽ですごいファボラスもいたし、 G ユニットとか、あの辺はもう僕にとってすごいザ・ラッパー像があって、 DVD、そのライブ DVD って言っちゃいますけど1曲目なんですよ。それでかっこいいんですよね。まずもう入りがかっこよくて、
Never been a nigga this good for this long, this hood, or this pop, this hot. 皆さんもぜひ聴いてみてください。続いての曲はアイザック・ヘイズでバンピーズ・ラメントです。ずっとずれているずっていうバンドを組んでたんですけど、活動期間は多分約半年ぐらいだったんですけど、ライブも5、6回ぐらいしかやったことないかな。メンバーが僕と、キャンディーのメンバーのユウシと、あと岡本のメンバーの、ベースの浜岡本とドラムの岡本零士で、あとボーカルだけど歌ではなくてパーカッションとして岡本翔、あと秀峰っていう和光っていう学校の、僕は違うんですけどギターの子と、あとラキタっていうギタリスト、一応ファーストアルバムは出したんですけど、出して解散したんですけど、すごいロックな曲もやるし、いわゆるファンクって言われるものもやるし、一応ラップがメインでしたけど、若いからできるちょっとはちゃめちゃなバンドだと思いますけど、18とかの高校卒業ぐらいのタイミングでアルバイトして MPC 買ってレコード買って曲も作ってみようだったりとか、サンプリング元だったりとかソウルだったりとかブラックミュージックをすごい一番今よりも好んでた時期だったんで、特にやっぱアイザック・ヘイズはやっぱもう黒人の音楽というか黒人のカルチャーにすごい憧れというか、なんかすごいかっこいいと思ってたんで、その音楽一つでなんかストーリーを感じるというか哀愁もあるし、すごい好きな曲です。続いての曲はメイヤー・ホーソンでバックシート・ラバーです。高校も卒業して一番時間もあった時期だったからですごいいろんな音楽聴いてて、その中でもちょっと決めづらかったんですけど、当時夏来ると絶対に海にイオと行くみたいなのがあったんですよ。でその毎年毎年こう車の中で聴く曲を大体こう決めてるというかいくつか出してて、その中の一曲です。夏の海に行く時にぴったりな曲だなと思います。朝方ですね。だから明るい時間に聴くのがすごいいいと思います。この時代の音楽は多分一番学校もなくてただ遊んでる中で楽しみながら聴いてたんで、すごい思い出に残ってますね、いっぱい。続いての曲はシェドで I Come by Night です。ヒップホップ以外を聴くようになってからですかね。ハウスとかテクノがちょっと好きになって、で渋谷のなんだっけレコードショップがあるんですけど、テクニックかっていう、今もあんのかな、そこにレコード買いに行ったりとかして、こういうちょっと四つ打ちの楽曲がすごい新鮮に感じれてた時で、ひたすら低いキックとなんか四つ打ちが鳴ってるだけなんですけど、すごいかっこよくて、でこの曲だけじゃないですけど、その四つ打ちとかハウステクノが好きになった影響でベルリンに行って、本場のそのベルリンで聞いたことはすごい衝撃的で、好きだから楽しいから踊ってるみたいな人たちがすごい良くて、もうみんな一心不乱に2ステップで黙々と踊ってるし、ヒップホップたちがクラブカルチャーでしたけど、すごいかっこよく自分の目には映っていて、ブラーっていう EP にシェイクっていう曲かな、ゴリゴリのそのシャドウみたいな曲、この曲でまだいかないですけど、もうちょっとライトな四つ打ちちょっと意識してみようと思って、それはすごい影響を受けてます、四つ打ちの曲。続いての曲はゴールドリンクでクルーって曲です。この曲は2015ぐらいか。僕自身もそうだし、キャンディーのメンバーもやばいってなって盛り上がった曲一曲で、ちょうどゴールドリンクが渋谷のビジョンでライブあるからって言って、久々に人のライブ見に行こうって言って、ケイジとかイオとか、あと誰いたっけなとかで渋谷のビジョンに行って、みんなでパンパンのビジョンに入って
これなんかすごい久々にこうなんですかね、みんなでこう人のライブのクラブに行ったっていうのも込みですごい覚えてる曲です。この曲はすごいめっちゃ聴いてましたね。いいライブ見ると制作意欲がすごい湧くんですよね。なんかそのライブそのものとか曲を何かしようっていうアイディアよりも、なんかそのライブの一つのパフォーマンスのこう凄みが自分のクリエイティブなところに火をつけるというか、いいライブ見た時って曲作ろうって思うことがすごい多いかもしれないですね。以上が僕の人生のプレイリストになります。皆さんいかがだったでしょうか。今回自分の過去を久々に振り返ってみて、楽しく選曲することができました。ということで GQ プレイリストオブマイライフルフでした。またお会いしましょう。